すごくスペシャルなモデルをご紹介します。ともパフォーマンスが高いモデルということもありまして、プレミアム菓子じゃないラグジュアリーっていうのがね、ここに表現されているのかなというふうに思いました。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はすごくスペシャルなモデルをご紹介します。実はですね、これ日本に公開する前にかなりですね限られた、世界7カ所で回ってたっていうんですけど、この展示イベントがあって、でそれの一番最後が日本だったんだそうです。今日は日本のメディア以外に台湾のメディアも来ていて、国際イベントとしてもね結構注目をされているのかなということで、ザ・曲り川クラブに来ております。さあ今日ご紹介するのはこちら、ディフェンダーのハイエンドモデルになりますオクタです。中でも今私の横にあるのはエディション1といって、ファーストエディションですね、ローンチモデルで出されてくるものなんですけれども、すごくかっこいいですよね。さあというわけでですね、メディアの素材を使いながらご紹介していきたいんですけれども、実はこのオクタなんですけれども、最もパフォーマンスが高いモデルということもありまして、車高がですねプラス 28mm、 そして車幅がプラス 64mm 拡大されているということで、結構ねもう腰も高いんですよね。でまずこのエディション1のロゴが入っているここのグリル部分なんですけれども、ベーシックなディフェンダーに比べるとですね、開口部がすごく大きくなっています。で、ちょっと横に並べるとですね、ライトの位置も28mm 分高いんですけれども、その分ですねこの辺に、これ例えばねこういうところもなんですけれども、そのパフォーマンスモデルであるということで、今回一番その、開発陣が気を使って出したのが、なんとですねそのいろんな道を普通にディフェンダーでも他のメーカーの車でも行ける。ただそこをハイスピードで超えていくということをですねすごく、注力して作っていったそうなんですね。でそれによってこのまずですねアンダーガードの部分、ここの素材が、すごく硬くて傷がつきにくいものになってるんです。で例えばハンマーなんかでパンって叩いても、ここ水で濡らすだけで傷がなくなるみたいな、すっごい硬い素材をね使ってるみたいなんですよね。でそれ以外にベースモデルと違うところは開口部がたくさんあるということですね。この下の部分もベースモデルはつるんとしてるんですけれども、ここの下の部分に開口部があり、また真ん中も大きく、そして上の部分もあるというですね、非常に複雑なデザインになっています。なんですけれども、やっぱりですねこのディフェンダーおしゃれな車でもあります。もう一つ一つこのグリルのですねこの樹脂のところがとっても家具みたいにおしゃれ、すごくモダンですよね。でこういうところにエディション1のマークが入っています。ちなみにこのエディション1のこのマークなんですけれども、黒いダイヤモンドのその原石を表してるんだそうです。でこれちょっとね四角形になってますけれども、8面体なんだそうで、これ立体的に見ると8面あるんだけれども、それを平面に表すとこう四角形の模様になるっていうこともおっしゃってました。でどこにもオクタっていう字が書いてないんですけれども、このロゴマークでその特別なモデルのものを表す、プレミアム菓子じゃないラグジュアリーっていうのがねここに表現されているのかなというふうに思いました。ちょっとそれではサイドの方に回っていきます。一つ大きな違いとしてはですね、こちらのタイヤホイールが違うというのがあります。このエディション1に関してはですね、これすごいねミシュランのちょっとオフロードタイヤが入っているんですけれども、これが20インチでラリーを思わせるような非常になんていうんですかね、堅牢なホイールが入っているというのもポイントだと思います。でこちらの方がそのエディション1で選べるタイヤなんですけれども、実はですねもう一つオールシーズンタイヤも選べて、そこはなんと22インチということで、ものすごいねロードカーとしても所有欲が満たされるようなそんな車になっています。でこのフェンダーのアーチがすごく大きくて、それがプラス 64mm という形になっています。さあこちらはオクタの中でもベーシックなモデルとなるものです。先ほどご紹介したのがエディション1なので、こちらがラインナップに入ってくる、カタログモデルというふうになりますね。で、基本的な構造は全部同じです。またボディカラーなどもですね、ランドローバーの車のボディカラーってとても個性的でめちゃくちゃ高級感があるんですけれども、ちょっとですねブロンズを思わせるようなボディカラー、そしてマットカラーが入っているというのもですね、やはり最近のトレンドを抑えているな、さすがだなっていう感じがします。ただこちらのモデルに関しましては通常モデルになっているので、先ほどのエディション1というマークは入らないんですね、前には。なんですけれども、このように下のディフューザーであったりとか、この下の牽引フックですね、このフックがつく金属の部分もエディション1と同様に普通のオクタも入るという形になってきます。でやっぱり注目したいのがタイヤなんですけれども、
さあこのようにですね非常に大きなタイヤが入ります。こちらの方が、オプション設定で選べるというよりはですね買う時にどちらかを選ぶみたいな感じになるみたいなんですけれども、このように大きな22インチタイヤのプライマシーが入るというのが、一つ、その設定もあるというのが一つまた大きなポイントになってくるかなと思います。先ほどのオフロードタイヤに、20インチの堅牢なホイールが入るというのと、このように都会的な22インチの非常に押し出し感のある、このロードのタイヤが入るというのが、一つポイントなんですけれども、実はもうこれだけでも全然よくて、実はこれオールシーズンなんですね。で今回またサスペンションのシステムが非常にマグネティックということもありまして、このサスペンションもすごく滑らかなんですって。でこれでもですね多分すごく乗り心地がいいと思います。最近のランドローバーの車って、特にレンジローバーとかもそうなんですけれども、足の感じの制御がちょっと普通のレベルじゃないので、これはですね両方のタイヤで、市場が叶った時にお伝えしていきたいなというふうにも思いますが、まず22インチのタイヤがあるよというのもお伝えしておきます。なので、これを最初に買っといて、この22インチのタイヤホイールを買って、冬用にあちらのラリータイヤをですね買うのかなというお客様が多いのかなという感じがします。ただ4本じゃなくて5本必要なのでこちらの方はですね後ろにね背負ってる部分があるので、こちらの方はご注意いただきたいと思います。さあそれではせっかくなのでインテリアも見ていきたいと思います。この乗り込む時にステップが出てきて乗り込みやすいというのもラグジュアリーな SUV の条件だと思います。さあそしてさらっと、私今日スカートですけどさらっと乗り込めました。さあ今もうすでにですねこの音楽が流れているかと思うんですけれども、これ実はですねこのシステムに入っている音楽になっているんですね。でこれは何がすごいかというと、実はこのシートボディソニックですね、この音楽に合わせて結構シートの背中がビリビリと動くんですよね。でこれによって非常に臨場感のあるその室内空間が楽しめるというのがこの新しい世代のレンジローバーの演出になってます。実はこれレンジローバースポーツなんかにも入っている機能ではあるんですけれども、これがさらに体感ですよ。このディフェンダーのオクタに関してはちょっとこのバイブレーションがパワーアップしたかなっていう感じがします。でこちらでこのように選んでいくと画面上にですねいろんな表示が出てきて、これを選ぶとこの音とそれからムードとそれからこのバイブレーション、このボディソニックが大きくなるというような演出もなされています。ぜひですね販売店の方で試していただきたいんですけれども、結構はっきりと体をどんどんしてくれるのでエナジャイズされることもあるし、ちょっと落ち着くこともあるっていうね。やはり車っていうのは特にハイパフォーマンスな車は非常に神経を研ぎ澄ませますので、そういう時にやはりですねちょっと落ち着ける空間が必要ということもこういう演出の中に入っているのかなという感じがします。